そしてこのように畳の上に乗ることによって畳床を反らすことができます。次は畳の表を貼っていきます。畳の表を貼るときっていうのは、真ん中から、端っこに向かってピーンと貼っていくということになります。畳の厚みがね5センチ斜めにするということになります。はい、それではやっていきましょう。続いての作業は畳のね平差しっていう作業になります。平差しっていうのは畳のへりを縫い付けるということです。今畳のへりをね切り出しています。この畳のへり、素材は綿でできています。で、色は一見ね黒く見えるんですが、これクリ茶っていう名前で、小豆色っていうのかな、茶色っていうのかな。そんな真っ黒のへりではなくて、少しちょっと色が入っている茶色っぽい色の畳のへりです。で、今やっているのがへり下紙っていう、ものを留めています。で、このへり下紙っていうのは、畳のへりがね、綺麗に、折り曲げることができる、下地みたいなものですね。これを使って、一緒に塗っていくということになります。平差しに関しては、こちらの動画の方をね、見ていただけるといいかと思います。で、へり下紙だとかね、そういうのもこちらの動画で紹介しておりますので、また、見ていただければいいかなと思います。概要欄の方にね、リンク貼っておきますので、またもしよかったら見てください。で、今ね、肘に何かつけたものがあると思うんですが、あれは肘当てっていうものです。平差しの時に肘を使って、糸を締めていくというものになります。で、あれがないとね、やっぱり肘を痛めてしまったり、肘の皮がね、めくれてしまったりということがあるのでね、肘当てというのを、つけてやっていきます。で、今ね、くるくるくるっとやりましたが、玉結びというのをしてね、まず糸が止まらないようにします。そして今、藁を取り出して、この藁をね、糸に、くくりつけてます。この藁っていうのは、畳の下に、一緒に縫い付けていくもので、畳を縫うときに、じゃなくて、へりをね、縫い付けていくときにね、しっかりと、締めるように、という意味があったりして、他にもね、いろんな意味があるかと思うんですが、そういったものを入れていくということです。膝出しっていうものはね、まだこちらの方の動画も紹介しておりますので、また見ていただければいいかなと思います。概要欄の方にね、リンク貼っておきますので、よろしくお願いします。で、この畳のとこね、板入れって言って、ヒノキの板が縫い付けてあります。で、このようにね、霧を使って穴を開けて縫うところですね。針が通らないので、まず穴を開けて、針穴を作るということになります。ですね。これで1箇所でちょっとダメだったので、2箇所ね、穴を開けているということになります。畳の仕事でね、なかなかね、カンナだとかね、霧っていうのを、大工さんが使う道具ね、霧はなかなか使うことはないんですけど、を使うこと実はあるんですね。ですので、畳の道具の中に、カンナだとか霧っていうのも実はあったりします。はい、ということでね、今、下から針が上に上がってきました。そして上から下に向かって針をこうグッと下ろすと。そうですね。こんな形で、針を下から上から下っていう風に塗っていくんですけども、その時に、下から上に上がってくる時に、先ほどの藁を、引っ掛けるというかね、引っ掛けて畳の上に上げてくるっていうことになります。はい。で、これでね、やはり、畳を縫う時の
糸の間隔ですね。これもやっぱり一定な間隔にしなければいけませんし、下から上に上がってくるときもね、一定な間隔で、上がってこなければいけないということで、結構ね、神経を使う、作業になりますし、畳の方がね、稲わらの床、すごくしっかりしていますので、かなり硬いです。ですのでね、すごく力のいる仕事ということにもなります。で、この辺はね、ちょっとすごく時間がかかることなので、今ちょっと早送りで、見せております。はい、これでね、もう最後の一針になりますかね。で、これであと上に針を上げて、これで OK ですかね。あとはね、糸を切って、平出し、とりあえず上前っていう方のね、片方の平出しはこれで終了ですね。次は、畳のとこ、余分なところですね、を切り取っていきます。はい、で、包丁を使ってザクザクとこのように切り取っていくんですが、この切り方は比較的関東の方でよくやっている切り方。どういうことかって言いますと、畳の真ん中に銀色の、四角い棒がありますよね。で、この辺の地方、三重県の、ね、中部地方とかでは、だいたいこの、定規を当てて、包丁で切っていくということになるんですね。で、このようにね、フリーハンドで切っていくっていうのは、関東の方ではよくやっていることです。で、今回ね、このやり方がいいかなというふうに思ったので、今回はこのやり方で、切っていきます。で、畳のとこ、約厚さが5センチ、5ミリぐらいあります。で、最初はね、上のだいたい3分の1ぐらいを今みたいに切って、残りの3分の2はこのようにザクザクと、切っていきます。はい、これでね、余分なところを切り落とすということになります。で、これがね、意外とやっぱり腕が、大変になってしまうような作業です。やはりね、畳の床もすごく硬いですし、稲わらですのでね、それをやっぱり一発で切っていくというのが一番理想です。ですのでね、ほぼほぼ休みなしで、切っていくということになります。でね、やはりね、このように畳の上に乗ってね、畳を固定してやっていくということにもなりますね。はい。で、この後ね、先ほど言っていた、真ん中にあるシルバーの棒ですね。はい。定規を使って、ちゃんと切れているのか、まっすぐ切れているのかなとか、っていうのをね、確認します。ね。で、切れていなかったらちゃんと修正、手直しをするということで、とりあえず片方終わりました。で、そしたら次はですね、このようにずーっと、飛行機って言われている、渡りと言われている道具を使って、畳のへり下紙ですね、に折り筋をつけていきます。で、これはね、また動画がありますので、またそちらの方リンク貼っておきますので、またそちらの方を見ていただければいいかなと思います。で、この筋をつけることによってね、綺麗に畳のへりをね、折り曲げることができるということになります。はい、このような感じでね、畳のへりを折り曲げていきます。はい。で、持っているものがね、今ね、差し針っていう針を使ってます。これを使ってね、綺麗にやっていこうと、綺麗にやっていきますね。はい、続きましてね、畳の角を作ることですね。角作りです。これもね、針と糸を使って縫っていきます。で、これ実はもう後で別撮りしているのでね、ちょっと服装が違うのでちょっとご了承ください。全部ね、このように同じように、角を作っています。
で、今回はね、このように畳の、表が上に向いている状態で、畳の角を作ってます。縫ってます。これね、畳を裏返して縫うやり方もあったりします。で、この角の作り方なんですけども、全国本当にいろいろな縫い方があります。それこそ、個々の畳屋さん、畳職人さんによって違ったりしますし、地方にもよってもね、やっぱりこの縫い方っていうのは、変わってきます。ですのでね、僕がやっているのが一番正しいよっていう感じでは、っていうことではないですよね。このような感じで糸を畳めての、角作りをしているということになります。でね、これもやっぱり右側と左側と両方とありますのでね、それぞれやっぱり縫う向きが変わってくるんですよね。ですので、得手不得手があります。ちなみに僕はこちら側の向きよりも反対側、向こう側ですね、の向きで縫う方が、得意というかやりやすいなというふうに思っていますね。てな感じで、片方、縫い終わりましたので、余分ネットを切り取って、次、反対側を縫っていこうと思いますね。で、続いて反対側になります。で、畳のへりをこういうふうにスッと折り曲げるんですが、まずね、下にある藁をですね、切ってしまって、畳のへりを慎重にきれいにね、折り曲げていきます。はい。これもね、やっぱり適当にやってしまうとね、適当に曲げてしまうと角がきれいにできないので、すごくきれいに丁寧にやっていきます。ね、他の職人さんがすごくね、手早くやっているのでね、いや、すごいなとかって思う時もあるんですけどね、このように、僕はね、慎重にやっていきます。ですね。僕はこちら側の方はね、やっぱり、なんでしょうね、やっぱ得意なんですかね、なんかやりやすいなっていうのがあったりします。はい。ですね。これもやはり1枚の畳に対して4回、やることになりますので、なんていうのかな、何枚も1日に6畳もし作ったとしても、四六24回、24回やることになるのでね、結構やっぱり、なんていうのかな、手が慣れてくるというか、最初のうちはね、これ1箇所やるのに結構時間がかかったりだとか、容量が悪かったりだとかっていうのもあるんですけど、何回もやっぱりやっていると容量も良くなってきたりっていうのがありますね。このようにね、針の柄を使ってコンコンコンと、締めているということになります。ね。はい、これで、もう反対側の角も作ることができました。続いての作業は返し縫いという作業になります。返し縫いは、畳の側面、畳のへりがね、パカパカしてるんで、そこの部分を留めるために縫うのと、あと畳の厚みですね、それを、微調整していくということの作業になります。お部屋の敷居だとか寄せ、壁の部分ですね。例えば敷居が深かったら畳も分厚くしなければいけませんし、敷居が浅かったら畳を薄く作らなければいけないということになります。これはね、大工さんによってその厚みっていうのが違ってきたりするんですよね。で、例えば古い家になってくると、畳の端っこの方は1寸8分っていう厚みになるんですが、だんだんとね、敷居がね、浅くなってくる。そうすると、畳もそれにつれて薄く作らなければいけないということになります。
今回の場合は全部一寸区分で畳を仕上げるので、全部敷居も寄せも深さが一寸区分だったので良かったのですが、これがやはりね、年月が経ってくる家になると、地盤沈下だとかね、家の歪みなんかが生じて深くなったりする。そうすると畳を、分厚く作らなければいけないということになります。で、畳の下にね、稲わらを入れているので、その辺をね、上手に微調整しながら入れていくということになります。で、次はね、少しも左足の部分をカットして、次は、反対側の返しに入っています。はい、で、こちら側を下前って言います。先ほど言った敷居とか寄せの部分、壁の部分に当たる部分になります。ですのでね、こちらの方もやはり、同じように、調節しながら、藁を入れていくということになります。ですので、畳の上にちょこっと角の部分にちょこっと見えている、カタカナのコの字をした道具、そうですね、あれで、畳の厚みを測りながら、稲わらをね入れていっているということになります。でね、藁がちょっとなくなったので、ちょっと補充しましたね。で、もう、最後の方になりましたね。これで、返し縫いが終わりました。で、この後、畳をね、裏返しにして、先ほど塗ったところ、本当にただ単に普通に力も入れず、普通に塗っただけですので、糸が締まってないです。ですのでね、糸を締めなければいけないので、その道具をこのようにね、準備して、で、畳の上にある余分なものを、どけて、この後ね、畳を裏返しにして、糸を締めていくという作業になります。で、このようにね、畳を裏返しにして、締めていくんですが、糸畳店では、これ、かかとで踏んで糸を締めていくというやり方をしています。これでね、土を使う、金槌を使って、四角い金槌を使って、叩きながら締めていくっていう風な畳屋さんも見えます。はい。ですが、糸畳店ではね、このように、かかとでガンガンと踏みながらやっていくんですが、やはりね、下が、しっかりしたところに乗っていなければ、しっかり締まらないので、今ちょっと場所をね、もう一度変えて、はい、踏んでもね、ずれないところに畳を移動して、このように踏んでいてやっていきます。で、今ね、かかとの部分にはめたもの、これ銅の鉄板じゃなくて銅の板ですね。それでぐいっと、踏みながらというか、で、締めていくということになります。でね、このままどんどんと、糸を引っ張って締めていくという感じでね、やっています。この時にね、やっぱりミシミシっていうね、音が、してると思いますが、これでね、しっかりと締めていくということになりますね。これもね、やはり体勢がちょっとね、厳しかったりするのでね、慣れないと本当にちょっと腰に負担がかかったりして、大変なんですが、やはりね、締まった後ね、すごく綺麗になっているのを見るとね、ちょっとやっぱ嬉しくなりますね。時折ね、ちゃんと締まっているのかっていうのをチェックしながらやったりするんですけどね、このようにやっていたと思っています。今ね、ブチって音がしましたね。
これ糸切れました。引っ張りすぎですね。結構な力で締めていたんでね。この後ちょっとね、糸をもう一度つなぎ直したり修復して、再開していきます。はい、このようにちょっと早送りになってますが、このようにね、もう一回糸をつなぎ合わせて最後まで縫っていくということになります。そしてね、次反対側もやっていきます。そうですね、このような感じで、やっていっているんですが、今ね、かかとのところにね、ちょっと、入れたものがありますね。ちょっと見えてますかね。わかりますかね。はい。あれでね、ぐいぐいと押しながら、踏み押しながらってことですね。糸を締めていくということになります。ミシっていう音がね、すごい響き渡っているかと思いますが、こんな感じで、締めていくということになります。これもね、意外とリズミカルにね、やっていくんですが、それがね、たまにちょっと、糸を引っ掛けるのが上手にできなかったら、リズミカルにね、できなかったりするんですが、このように、返しの糸を締めていくということになります。で、これ締め終わった後の畳の厚みが、先ほどの一寸九分という約、5.7 センチ、50のミリですね、の、厚みに仕上がっているはずです。はい、あともう少しですね、あと30センチぐらいで、終わりますね。で、返しもね、動画がありますので、またそれリンク貼っておきますので、またそちらで見ていただければいいかなと思います。はい、あと2針ぐらいですかね。はい、最後はね、糸が抜けてしまうことがあるので、慎重に、締めていきたいと思います。このように、この最後はね、このように、叩きながら締めていくということになります。トントントンと、ね、叩いて締めていきます。そしてね、このように余った糸をね、ここに留めて、いきます。はい。で、締め鍵でこうくる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 っとやって糸をプチッと、切りますね。で、これで、とりあえず締めの作業は終わりです。この後は四隅の藁を全部ね、切り落として、そして最後になりますね。はい、これでね。で、この時に一番慎重にならなければいけないのが、やはり縫った糸をね、勢いで切ってしまうということがあります。これは本当にね、慎重にやらなければ、もうここでまた糸を切ってしまったら、またやり直しやっていうことになるのでね、慎重にやっていますね。はい。で、これでね、四隅の藁を切り落とすことができたのでね、余分な藁を切り落とすことができたので、これで出来上がりですね。この後、畳をね、表向けて、懸寸です。ちゃんとね、大きさをチェックしてやっていきます。まず幅でね、3箇所。そしてね、長さの方でも、チェックします。はい。畳の大きさの測り方って結構特殊なところがあるのでね、覚えるのが大変なんですけどもね、覚えてしまうとすごく楽で、間違いのないような感じになります。はい。これでね、畳の、寸法を取る、チェック終わりました。はい、畳が出来上がりました。お疲れ様でした。ね、もう結構時間やっぱ経ちますね。これは当たり前の話ですけどね。今回はね、お寺の松院のお部屋ということで、手でね、しっかりと畳塗っていきました。で、仕上がりは、大丈夫でしょうという感じですね。検寸したけども、問題なく、図面通りの大きさになっています。ということで、とりあえず1枚目ができたので、これからね、どんどん作っていきたいと思います。